いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、こちらエンジンでございます。エンジンを乗せ替えていこうと思います。このミニキャブバンちゃんのエンジンではないですよ。手のひらに乗るサイズでございますので、車用ではありません。こちらスパイダーモアさんのエンジンでございます。このチャンネルは自動車関連の動画になっておりますけど、自動車っていうわけではないんですけど、エンジンという内燃機関つながりということでお許しください。これは何かわからない方もいると思うんですけど、のり面って言って斜面の草を刈るのが得意な草刈り機になります。強立っていうメーカーの AZ851 っていうタイプのやつです。新品で買うと30万円ぐらいしますので、私は譲ってもらったこちらを使っております。タイヤの下のところで草を刈るんですけど、中を見てみましょう。裏側はこのようになっております。刃がついていまして、くるくる回ってスパンと草を切れるようになっております。私のタイプはもともとはこういうブラブラしてるやつじゃないんですけど、ハンマーナイフタイプってやつですかね。こちらに交換しています。石が多いところで使いやすいです。もうだいぶ使い込んでるんで刃がボロボロになってきております。これおじさんが使ってたやつを譲ってもらったんですけど、意外とお金かかっています。ここに残骸がありますけど、エンジン一度中古品に変えております。中古に変えてこちらになっているんですけど、バルブが2つ吸気と排気とついております。このバルブスプリングの奥にバルブの傘がついているんですけど、スラッジが固着してしまって動かなくなってしまったせいで、中でバルブが折れてしまいました。シリンダー部分ですね、傷だらけになってしまいました。そして見えますかね、バルブが折れてなくなっております。穴が開いております。それに伴ってピストンがバルブをついてしまったので傷だらけになったんですけども、ピストンの予備がなかったので無理やりきれいにして使っています。でエンジンとりあえずかかって使えるんですけど、しばらく使うとエンストするようになってしまいました。キャブレターはオーバーホールして消耗部品交換してるんで問題ないはずなんですけど、各部調整はしたんですけど、それでもある程度使っちゃうとエンストします。エンジン損傷があるっていう状態は変わらないということで、今回エンジンを新品にすることにしました。こちらこんなちっちゃいエンジンなんですけど、セールで買ったんですけど3万4000円しました。本体が30万円ぐらいしますんで安い方なのかなと思います。それでは草刈り機スパイダーモアのエンジンを新しくしていく動画やっていきます。それではスパイダーモアのエンジンを新品に交換していきます。それではやっていきましょう。それではまず外せるところをどんどん外していきます。最初はリコイルスターターのカバーですね。こちらを取ります。次はエアクリーナーボックスを外していきます。そしたら上のヘックスのビスを取っていきます。映像では見えづらいんですけど、こことここの下のあたりにビスがあります。ここの赤い部分のカバーが取れます。ついでにリコイル部分も取っておきます。ここに同じヘックスビスがあります。これでリコイル部分が外れます。点火のタイミングを出すデスビですね。こちらを外します。ここは慎重に外していきます。デスビが取れました。そうするとスロットルのワイヤーが邪魔になりますので、こちらを外します。スロットルワイヤーの先端についているネジを緩めて太鼓を外します。そうするとスロットルワイヤーが引き抜けます。これで本体から外しちゃってもいいんですけど、車体に固定されてる方が作業がしやすいので先に補給類を外します。まずはキャブを取っていきます。このビス2本だけで止まってますので、部品が落下しないように気をつけながら押さえながら外す感じです。はい、キャブが取れました。燃料ホースも一緒に外しておきます。あとはこの辺りのリンケージも外すんですけど、ここは車体から下ろしてからそのまま移設するようにします。では次はマフラーを外していきます。
マフラー外れました。それでは大体の構造が分かるようになってきました。ここでクラッチ板と離していきます。はい、ではエンジンを切り離していきます。ここに 10mm のボルトがありますので、クラッチ板とつながっております。クラッチとエンジン本体のつながる場所はこのボルト4本外せば分離できるようになります。あとはここについているボルト、ここのボルト2本だけ外せばエンジンの脱着ができます。はい、これでエンジンを外すことができました。ではエンジン外れましたら、付属しているものを移し替えていくだけです。まずはミッション側から変えていきましょう。ではここの 10mm を緩めていきます。これでクラッチが出てきます。でクラッチはですね、めちゃめちゃ硬いですんで、機械を使っていきます。まずナットですね。でもここがすごいかしまってますので、このままだと取れないです。ここに引っこ抜くための穴が開いています。私はこういうプーラーを使って外していきます。ここの部分を入れましてですね、ボルトを取り付ける M6 かな、 M6 のボルトを取り付けられるようになっています。これを入れてですね、でこのようにシャフトの中心にセンターのボルトを入れまして、で 19mm のメガネレンチで回すとすぐに外れます。燃料タンクも外しておきましょう。はい、これでクラッチ側は外れました。じゃあ今度、リコイル側ですね、外していきます。紐が引っかかる部分を外して、今度また同じように磁石がここに入ってるんですけど、点火タイミング取ったりエンジンを冷やしたりするファン、ここを取ってきます。ここも同じようにですね、プーラー使っていきます。回していきます。よし、ちょっと音がビビりますけど大丈夫です。ここを中途半端にやってですね、マイナスドライバーとかバール突っ込んで開けていくと、ここアルミなので割れます。私やったことあります。ですのでしっかりプーラーを使って外した方がいいです。ここの4箇所 X のボルトを外していきます。ボルト4つ取れましたら、このカバーが取れます。そしたら次はこのようにこっち新品、こっちは古いやつと左右に並べまして、この辺りリンケージ部分を移設していきます。ここの中がガバナっていって、回転数に大きく影響を与えるところなので、ここの位置をぴったり同じにするように心がけて作業します。スプリング1回外しときます。スペーサーがあるんで、スペーサーをなくさないように気をつけます。ガバナの調整する部分です。一旦軽く緩めて、角度がほぼぴったりになるように合わせます。位置を覚えたら同じ位置で、多少ずれてもエンジンを乗せた状態でも調整はできるので、とりあえず目分量で合わせておきます。ただここのスロットルワイヤーのリンケージを取り付けます。私外す時は電動ラシェット使っていましたけど、取り付ける時は手動で手の力でトルクを管理していきます。本当はトルクレンチあった方がいいんですけど、めんどくさいんで使いません。エンジン本体はアルミ製なので、ネジ締めすぎるとネジ山すぐ舐めてしまいます。スロットルワイヤーのリンケージとガバナの取り付けできました。だいたい形が一緒になりました。あとは全体をよく見て間違ってないかチェックします。良さそうですね。はい、これで全部取り付けができましたんで、あとはエンジンを車体に乗せるだけです。それではこちらのプレート取り付けていきます。マグネットとファンのやつつけていきます。これですね、切り欠きが1箇所ありますんで、ここを合わせて入れれば位置がぴったりきます。リコイルの紐巻きつけるやつつけていきます。位置合わせのネジを先につける感じです。よっしゃ、しっかり回りますね。 OK。 今度はクラッチをつけていきます。クラッチは位置は関係ないのでスポッと入れるだけです。それでは燃料タンクを取り付けまして、クラッチのカバー部分を
つけていきます。クラッチカバーのネジは非常に舐めやすいので、過度なトルクをかけないようにしていきます。思いっきり締めないようにしてください。はい、そしたらエンジンがこのように組み上がりました。ミッション側のドッキングが終わったらネジを仮止めしておきます。クラッチ側が固定できましたら、今度は前側このステーの部分固定していきます。さあ、いい感じで回っております。そうしましたらスロットルのワイヤーを取り付けていきます。スロットルワイヤーは一番伸ばした状態、スロットルワイヤーの位置は元の位置、ワイヤーが緩まずにスロットルが上に行き過ぎない位置、ここに調整します。そうしましたら次はキャブレターをつけていきます。最初と同じような状態になるようにしっかりと取り付けしていきます。はい、私ここのリンケージロッドをつけるのを忘れておりました。これがないと意味がありません。OK、それでは燃料ホースをつないでいきます。はい、だんだん形になってきました。今度はマフラーをつけていきます。ガスケットはついていないので前のものを使っていきます。マフラーの装着が完了です。軽く回してですね、磁石の部分が USB 部分に当たらないかチェックします。 OK、はい、ではリコイルの部分つけていきます。スターターですね。ではカバーをつけていきます。最後にこちらのカバーつけていきます。よっしゃー、エンジンの乗せ替えが完了しました。エンジンかかるんでしょうか。やってみましょう。はい、エンジンかかりましたんで、しばらく低速で鳴らしをしようと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これのスパイダー調子悪かったんで、エンジンの乗せ替え方分かって助かったぜという方はグッドボタン、車系の動画なのに草刈りの動画なんか作ってんじゃねえよという方はバッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。